こんにちは、春日部つむぎです。初手ハンドですでにやりたいことがバレてるスタート。こちらはタップ処理から。お相手白系のアグロみたいです。ハンデスがいい具合に決まりそう。こちらは堕落した挺身で1枚ハンデス。ちなみに挺身は3等なのでハンデスはこのデッキのメインではありません。次回の動画の収録も終わっていて、ハンデスはそちらでたっぷりやる予定なので乞うご期待。こちらは救出専門家をキャスト。挺身を救出してさらに1枚半です。お相手ジアーダ3枚重なってますね。手札事故を助けてあげる足優しい。お相手訓練の発表をキャスト。置物は微妙にめんどい。こちらはブラーンから。救出専門家でアタック。3点入って残り17点。第2メインで噛みつく相棒をキャスト。ドローは結構いいですね。お相手2体でアタック。ここは相棒でチャンプします。お相手魂の仕切りをブラーンに。ノーン様が助かると思えばこれはよし。まず救出専門家でアタック。これは通って残り14点。さらにノーン様をキャストしてエンド。お相手ジアーダでアタック。ここは動かすエンドのようです。万人か放浪を打たな。こちらは救出専門家をキャスト。ノーンの能力で墓地から2枚リアにですが、残念ながら落ちてるのは1枚。でも相棒のドローは2回誘発で2枚ドロー。セラノもハンで使い回したいからここは専門家でアタック。お相手聖戦士の奇襲兵をキャスト。ここはトークンと相打ちになりました。お相手ジアーダでアタック。3点入って残り20点。お相手聖域の万人をキャスト。これはこちらとしては完璧な動きですね。ここで絶望の永遠の功労者をキャスト。マイナス4でノーンとトークンをして。生贄なので万人も難なく処理です。ノーンのアタックは通ってお相手残り10点。お相手怒りの大天使をキャスト。しかしノーン様生き残れば強いですね。本当生き残れば。こちらはセラの模範から救出専門家をキャスト。能力が2回誘発して2枚戦場へ。2枚半です。2枚ドローです。放浪者はプラス1で大天使を追放しておきますか。4点通って残り6点。お相手鋼の四天使をキャスト。ここは当然アタックせずにエンドステップに大天使が戻ります。そしてこれは勝ちましたね。放浪者プラスで大天使を追放。ブラーンとエラスをキャスト。そして特に意味のないジャガーもおまけします。そして3体でアタック。こちらのクリーチャーが死亡すると3点入るので、これでぴったり去る。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これを満足キープできる農場労働者本当に偉い。お相手ブルガリから。こちらは予定通り土地が引けなかったので農場労働者をキャスト。お相手銀行破りをキャスト。今回みたいな除去プラスリソースで勝負するデッキだと本当にこれがきつい。こちらはまずアタックからブレイズをキャスト。このデッキでは貴重な高級的なサクリ要素です。お相手ギックスをキャスト。そして銀行破りに登場して、このアタックは通すしかないですね。お相手ギックスの能力で1ドロー。強い動き。こちらは農場労働者から。踊り食いをキャストでギックスを破壊します。3点入っ
って残り13点。まだしばらくテーマナタイでわちゃわちゃさせるので土地もサクっちゃいます。お相手真っ勝者をキャスト。土地サクったのが響かないといいけど。こちらは救出専門家をキャスト。農場労働者を墓地からリアにします。さらに平地を1枚ハンドへ。エンドに農場労働者を作ります。ちまちま削ったおかげでこのままサクリでいける目が見えてきましたね。お相手墓地の侵入者をキャスト。墓地食べるのやめてください。さらに高架したくず鉄くらいをキャスト。そしてそのままエンド。返しで死にかねないから慎重になってますね。こちらはまずレラスから救出専門家をキャスト。再び農場労働者が戦場へ。死は労働をやめる理由になりません。そしてエンドにさられます。哀れ労働者。インスタントで墓地対策できるくず鉄くらいをサクってくれたのは助かりますね。お相手ブリッサ3をキャスト。盤面カチカチですね。さらに肉体くらい。お相手抹消者でアタックはやめるようです。ここからはもうエラスで集中していくだけですよ。こちらはセラの模範から墓地から再び農場労働者をキャスト。ついに平地が切れました。エンドに農場労働者を作ります。セラの模範のおかげでようやく退職できましたね。お相手ドロスの魔人をキャスト。これだけ強い盤面作っても何もできないのが面白い。こちらは挺身をキャスト。お相手のリソースも攻めていきましょう。ETB でお相手1枚ディスカード。さらにジャダーをキャスト。あとは殴らずにターンエンドです。そしてこのブレイズジャダー期間で圧倒的爆アド。お相手3点ルーズでもうほぼほぼ勝ちが見えましたね。お相手肉体くらい短期でアタック。これはライフゲイン狙いですね。模範で大体リアにできるので死なせても良いやつで適当にブロック。ドロスの魔人の能力が刺さってますが、さすがにこちらが削る方が早いです。お相手第2メインレオの強打。これは切り崩しを自分に打てば回避可能ですね。そして絶望将来。これはほぼ勝ちです。こちらはシガルダ教の救済者をキャスト。墓地から2マナクリーチャー2枚をリアニメイトします。対象はエラスと挺身。そして3体でアタック。これでブロックしても通してもこちらの勝ちです。なんかいろいろ誘発して最後はエラスのドレインでこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これはマリガン。これはいいですね。キープで。地
かし今日は土地1土地0土地1もあったし、一体アッシュが何をしたっていうのか。もしかしたらネチョネチョ罪は存在するのかもしれない。気を取り直してネチョっていきます。まずはハンデスから。お相手がこうやって何捨てるか悩んでくれてると、ハンデスしてよかったなって思うわけですよ。結局土地をディスカード。これで絶望将来に届かないと助かる。お相手肉体プライドキャスト。リソースを稼ぐカードじゃなければよし。こちらは農場労働者で平地をハンドへ。お相手ギックスをキャスト。リソースを稼ぐカードは困る。そして肉体くらいでアタック。レート的に切り崩しもってそうですね。こちらは噛みつく相棒をキャスト。除去頼みます。完璧。マジックウマコことかすかべ紬です。ここはリソースを稼ぐギックスを追放します。お相手切り崩しを相棒へ。ライフレースの展開を狙うようですね。お相手抹消者をキャスト。最近アブロへのヘイトがすごいせいかよく見るんですよねこれ。こちらはシガルダ教の救済者をキャスト。本当はノーンからガードインですが、除去されたら目も当てられないので、2枚リアにして1枚ディスカード1枚ドロー。お相手追加の抹消者をキャスト。強い。ここは投資で残り9点。土地を引けたので永遠の放浪者をキャストします。マイナス4で肉体くらいと救済者を残します。放浪者は死んでしまいますが、むしろダメージを吸ってもらえると思えば、どうせブロックできないので救済者はアタックで。お相手墓地の侵入者をキャスト。忘却の儀式が追放されます。お相手肉体くらいで放浪者を倒します。こちらは除去ないお祈りでエリシュノーンをキャスト。上振れ狙いルートですね。ラス1枚は侵入者。お相手2体でアタック。どうせ肉体くらいをブロックするだろう読みなのかな。まあその通りなんですけど。残り5点。厳しくなってきました。まずのオンでアタック。セラの模範から噛みつく相棒をキャスト。誘発2回で2ドロー。綺麗に1マナーいたけど踊り食いはやめておきますか。お相手切り崩しをキャスト。リソース勝負に勝ち切りましたね。こちらは都合よく引いた噛みつく相棒をキャスト。さらにブラーン。もうライフも安全圏になりそうなんで何出てきても大丈夫でしょう。ということで踊り食い。さらに救出専門家をキャスト。2枚リアニで相棒とジャダーを戦場に戻します。この展開力ですよ。そして2体でアタック。ここは投資で残り16点。ここで回答なくお相手投了。対戦ありがとうございました。ということでオルゾフサクリでした。墓地使ってちまちまリソース稼いで最終的に PW やドレインで勝つデッキですね。当チャンネルの動画を見てる人はお気づきかもしれませんが、こういうデッキが足の好物です。大物をリアにするやつじゃなくてちまちましたのがいいんですよ。なおデッキリストが汚いのはご愛嬌です。2マナ体に関しては墓地からリアにする都合で種類が多い方が状況に応じて選べるのであえて散らしています。あと今回このデッキに合うと思ったのが放浪者ですね。こちらの2マナ生物は墓地から使い回せるので、セラの模範やエリシュノーンを残してマイナス4を使って、次のターンにこちらは墓地から一気に展開という流れはとても美しい。あとは全体除去をうまく使う方法なんですが、ノンクリーチャーデッキの全除去って実はそんなに強くなくって、
こちらが適当な壁を出して相手の盤面にクリーチャーを渋滞させてから使うのが一番強いんですよね。かつてよろめく怪異やビキ釣り目で同じことやってたのが懐かしい。ということで放浪者3頭で剣矢は減らしてもいいかもですね。白タンに連続で当たって衝動的に剣矢追加してますけど、さてこのデッキの強さですが、まあまあですね。めちゃ強いわけじゃないですが、結構回して勝率 56% でした。青白系や国別があるデッキにはノーちゃんに近いので、気になるなら PW とハンデスを増やす感じですかね。黒系のデッキとか兵士以外のアグロには比較的有利に戦えると思います。以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。またチャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。